にちは、お手紙ヤギです。東京ヤンクロール2023に参加している毛糸屋さんの中で、先日は世田谷渋谷近辺にあるお店を中心に回ってきて、その様子と購入品の紹介を挙げさせてもらったんですが、今回はその第1弾に引き続き第2弾になります。前回3つのエリアに分けて回っていくっていう計画でお話しした中の、今回は銀座から東に向かって浅草橋近辺を巡ってきました。お邪魔したのはアトリエヤーンとオンネリネンと60とイトリコ、この4つのお店に行ってまいりました。で、今回も4件ともお店の撮影が OK でしたので、第1弾と同様映像でしっかりお伝えしたいなと思い、頑張って撮影してきましたので、気になる毛糸屋さんがあればぜひチェックしてみてください。それでは始めましょう。はい、ということで、この動画から見始めたっていう方もいらっしゃると思うので、まずその方々に向けてちょっと補足しておきますと、この東京の毛糸屋さんを巡るっていう動画のシリーズは、東京ヤンクロールというイベントに参加している毛糸屋さん13件を数日に分けてはしごショッピングしていく模様を綴っていっている動画になっています。東京ヤンクロールとは、もしくははしごショッピングとはっていうことに関しては、第1弾のこちらの動画や以前出したこの動画でも詳しく紹介していますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。さて、ということで4軒のお店を回ってきましたが、位置関係をざっくり説明すると、アトリエヤーンさんのポップアップストアが銀座にあって、そこから少し東に行った清澄白河というところにオンネリネンさんがあります。そしてオンネリネンさんから今度は上に上がって浅草橋近辺に60とイトリコがあるっていう感じになっています。まず最初に訪れたのは銀座のアトリエヤーンさんのポップアップストアです。この日お天気に恵まれず、午前中は結構雨風がひどかったんですけど、駅から近かったのでそこまで濡れずにたどり着くことができました。アトリエヤーンさんのポップアップストアの場所は、東京メトロ有楽町線の銀座1丁目駅から徒歩数分のところにあります。銀座のど真ん中なので、銀座1丁目駅以外にもいくつか近い駅があって、この日は雨がひどかったので一番近い銀座1丁目駅を選んだんですけど、晴れてたら少し離れた駅からでもショーウィンドウを見ながらとか歩いてきたりしても楽しいかなと思います。銀座柳通りという大通りから少し外れたところの裏道にレトロなビルがあって、そこの6階のサロンドゥラーっていうレンタルギャラリーで出展されていました。こんなね、古い映画に出てくるようなレトロなエレベーターがまだ現役で動いていたりする建物でした。アトリエヤーンさんは埼玉に草木染めの工房を構えていて、普段は毛糸を販売する実店舗はなくて、オンラインでも限られた商品しか売ってないんですね。なのでこういったイベントごとでの出店は実際に見て選ぶことのできる貴重な機会っていうことになると思います。扱っている草木染めの毛糸は自家製の染料植物を使って染められていて、素材はウール、カシミヤ、シルク、シルクモヘアなどがありました。こんな感じで色見本のようにたくさんの優しい色合いの糸がずらっと並んでいました。ちょっと画面では色が伝わりづらいかもしれないですが、こんな風に何の草木で染めたかラベルに書いてあって、初めて聞く名前もあれば身近な植物も結構あって、かぼちゃとかトウモロコシとか、こんな色になるんだって感じで、イメージを裏切るような色のものもあって、すごく面白かったです。またキットでも販売されていて、例えばヤンクロールで開催中のカルのパターンのキットとか、あと少し前に編み物作家の広瀬みどりさんがリリースしたパウルクレイセーターで、いろんなダイヤーさんが染めた糸のバージョンが発表されてましたよね。
記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけど、アトリエヤーンさんも草木染めの毛糸を使って編んだサンプルを出されていて、なのでパウルクレイセーターのキットも販売されていました。ということでアトリエヤーンさんでは、こちらの見えますかね、広瀬みどりさんのパウルクレイセーターのキットを購入しました。ちなみに私パウルクレイセーターを目標に去年ぐらいからずっと草木染めをしてたんですけど、実はその色数が揃う前に別の靴下を編んだりセーターを編んだりちょこちょこしてたら、また色数足りなくなっちゃって、一旦自分で染めた糸で編む計画が頓挫しました。ということで、その代わりといってはなんですが、この素晴らしい発色のコントラストカラーのキットを購入してきました。コントラストカラーのセットはこのパープル系のものと、あともう1種類茶系の組み合わせがあって、コントラストカラーはその2種類からどちらかを選んで、メインカラーは好きな色の毛糸をチョイスすることができるという自由度の高いキットになっています。なのでその自由度の高さゆえにメインカラーを迷う方がすごくいらっしゃるみたいで、こんなイメージを手助けする便利グッズも置いてあったりしました。私もこちらを使ってメインカラーをどれにしようかいろいろ試してみたんですが、やっぱり店内に展示してあったこちらのパープル系のサンプルがすごく可愛くて、メインカラーはこのサンプルと同じ染料で染めた糸にすることにしました。この色味がやっぱり結構人気みたいで、大玉の毛糸は品切れになっていて、なので 50g の小分けにしてある糸をこういう風に小分けにしてある糸とか、あと買い物をした方におまけで配っていたこちらの小さいのもかき集めて、なんとかサンプルと同じ組み合わせで購入することができました。ちなみにですね、こちらのコントラストカラー、どんな染料植物を使っているかと言いますと、これがユーカリで、これが紅茶染め、これがインドアカネで、これがまたユーカリ、これがジューンベリー、インドアカネ、ユーカリで、ここら辺は全部コチニールっていうこのベースの糸と同じ染料で染めたものですね。すごい同じ染料なのにこんなに色のバリエーション出るんだっていう感じですよね。すごい綺麗で、お買い物をしながらオーナーさんだと思うんですけど、ゆっくりお話しすることができて、私も草木染めやるんですって言ったら、ウールに向いてる焙煎の話とか、おすすめの本とか、いろんなお話を聞かせてくださったんですね。で、私も自分で染めた草木染めの糸をいつか販売できたらいいなっていうほのかな野望があったりするので、でも草木染めって化学染料と比べるとやっぱり色あせしやすかったり、あと染料となる植物を安定的に調達するのも難しいかなとか、結構ハードルが高い気がするんですよね。草木染めの糸を扱ってるお店が少ないのはそういう事情があるからかなって勝手に想像してるんですけど、なので実際商売を成り立たせている方のリアルなお話を聞けたのも、足を運んでみてよかったなって今回思ったことでした。私がなんとなく想像してたようなことはやっぱりアトリエヤーンさんでも気を使ってるみたいで、基本委託販売もしないし、オンラインショップでも限られた商品に留めていたりするのはそこら辺の事情を考慮しているからみたいです。
色あせの問題に関してはアトリエヤーンさんは専門の機関にお願いしてケンロードの判定をしてもらっていて、ケンロードっていうのは簡単に言うと色あせしにくさなんですけど、それが一定の基準を満たしているものだけ商品として出しているそうです。また草木染めの色合いは本当に繊細なニュアンスカラーが多いので、実物の色を見て選んでほしいっていう思いがあって、今回のように実店舗を出す際も自然光が入るっていうのが必須の条件だったりするみたいです。ちょっとお話が長くなってしまうんですが、いろいろ興味深いお話たくさん聞くことができたので、最後にもう一個すごく印象に残ったお話を紹介したいと思うので、もうちょっとだけお付き合いください。草木染めの良さを説明するのにすごくいいなって思ったお話だったんですけど、うろ覚えでちょっと申し訳ないんですけど、こんなお話です。紅花っていう植物がありますよね。食用油なんかに使われているので聞いたことがあると思いますが、紅花で染めると黄色とか赤系の色に染めることができるんですけど、その紅花で染めたものを昔は一生ものって言って、嫁入り道具なんかに持たされる品物だったそうなんです。その一生ものっていう言葉に込められた意味が現代の感覚とは少し違っていて、今の感覚だと劣化しないとか、そんな感じに捉えられると思うんですけど、紅花で染めたものが一生ものって言われたゆえんは、草木染め特有の少しずつ色あせていくその色味が持ち主のその時々の年齢に似合うように移り変わっていくので、そういった意味合いで一生ものって呼ばれたそうなんですね。草木染め特有の経年変化をデメリットじゃなくて楽しむものとして捉えて長く愛用していくっていう考えはすごく素敵だなって思ったので、私もこれから誰かに草木染めの良さをアピールする機会があればこの話をしたいなって思いました。ということで1軒目にお邪魔したのは草木染めの毛糸を専門に扱うアトリエヤーンさんでした。はい、そして2軒目に訪れたのはオンネリネンさんです。場所は東京メトロ半蔵門線の清澄白河駅からすぐのところにあります。清澄白河は銀座からそんなに離れてないので、アトリエヤーンさんからだと東京メトロ銀座線の銀座駅から半蔵門線を乗り継いでだいたい20分くらいで着きます。清澄白河駅周辺は結構下町情緒の残っている雰囲気なんですけど、ブルーボトルコーヒーの発祥地だったり、あと東京都現代美術館を筆頭にモダンアートのギャラリーが多くあったりするそうで、結構下町情緒とおしゃれの最先端が同居してる街って感じみたいですね。で、お店は東京都の貴重な文化財とされている清澄庭園の目の前にあって、下町らしい商店が連なっている駅前通りの並びにあります。東京ヤンクロールの特設サイトを見ていて、一つだけ毛糸屋さんじゃなくて雑貨屋さんがあるなーって思って、どんな感じなのかこのお店結構気になっていました。品揃えはなので毛糸と雑貨が半々って感じで、あんまり見ないユニークなラインナップになっています。毛糸は伊佐川のものがメインで、他にもなんかあんまり見たことない感じの、私が知らないだけかもしれないんですけど、海外の珍しげな糸がいろいろ置いてあって、雑貨の方もこだわって集められたのかなっていうのが伝わってくる雰囲気の、海外ヴィンテージなんかのおしゃれな食器とか生活雑貨がセレクトされて置かれていました。オンネリネンさんはもともとは毛糸屋さんじゃなかったそうなんですけど、オーナーさんが編み物が好きで、中でも伊佐川の糸が大好きなので、それが高じてこういう品揃えになったということらしいです。そして伊佐川の糸で編めるパターンもいろいろあったんですが、こちらはオーナーさんが作ったオリジナルのパターンだそうで、サンプルもたくさん展示してあるんですが、どれもオーナーさんご自身が制作されたサンプルだということです。すごい可愛いものがいっぱいで、いろいろ試着させていただいたりもしたんですけど、例えばこのショールなんかは形がすごくシンプルなんだけど、こう横向きに羽織っても縦に垂らしてベストっぽく着てもいいっていう
可愛いかつ機能的なデザインが多くて、オーナーさんのセンスが光っているなっていう感じでした。ということで、オンネリネンさんで購入したのがこちらです。まず一つ目がこちらのキットなんですけど、これは何かというと、ここにちょっとありますけど、チビサイズのマルシェバッグ的な何かなんですけど、お店のディスプレイではこの中にキスチョコが1個ずつ入ってて、壁にディスプレイされてるのが可愛くて、何に使うのかよくわかんないけど欲しいってなりました。オーナーさん曰く、ちょっとお菓子をお裾分けでもらったりするときにこんなのに入ってたら嬉しくないっていうアイテムだそうです。あとツリーのオーナメントにしても可愛いと思うっておっしゃってたので、それいいなと思って私は自宅のインテリアとして購入することにしました。これ1個作るのに糸が 0. 何グラムとかでできるらしくて、このキットに入っているこの糸量だとなんと100個ぐらい作れるそうです。お裾分け用にもたくさん作れそうですね。そして2つ目がこのショールピンです。これです。これずっと欲しかったんですよね。どこかのオンラインショップで見かけて以来、ずっと欲しいなって思ってた品物なんですけど、いろんなところを探してみても品切れで入荷待ちっていうのばっかりだったので、いつかチャンスがあったら欲しいなってずっと思っていたものです。これをつけるとこんな感じなんですけど、それでオンネリネンさんでもちょうど昨日入荷したっておっしゃってて、すごい運よくゲットすることができました。そして3つ目はこちらのポストカードです。私昔ポストカード収集するの好きだったので、あると見ちゃうアイテムなんですけど、オンネリネンさんのお店に置いてあるのがこれまたおしゃれで、このキットと一緒に飾ったらめちゃくちゃおしゃれなんじゃないかと思ってお迎えしてみました。オンネリネンさんはオーナーさんのユニークなこだわりが面白くて、編み物に関しても固定概念を覆してくるような面白い考えをお持ちの方なんですよ。例えばサンプル品の中に編み終わりの糸端の始末がされてないものがちょいちょいあって、これはと思って聞いてみたら、やっぱりあえてほったらかしにしてるんですよね。それがデザインとしてむしろすごい可愛いしアクセントになってて、糸始末しない方が初心者さんもストレスがなくていいでしょうっておっしゃってて、ほったらかしでも可愛いデザインにすればいいんだっていう自由な発想であったり、糸の状態でも可愛いのでそれを活かしたいっていう思いも感じられて素敵だなって思いました。何でもそうなんですけど、一つのことを突き詰めていくとだんだん考えが凝り固まっていく傾向ってあると思うんですけど、オンネリネンさんのオーナーさんの話を聞いてると、そこら辺がすごく柔軟なままでいいなって思いました。ちなみに私が購入したこのキットも糸の始末をしないほったらかしタイプのものでした。ということで2軒目にお邪魔したのは、ユニークな感性を持ったオーナーさんがやっている毛糸と雑貨のお店のオンネリネンさんでした。はい、そして3軒目にお邪魔したのは両国にある60というお店です。こちらは JR 両国駅から徒歩数分のところにあります。ここから夫が車を出してくれたので私は車で移動してるんですが、
電車で行くとしたら都営大江戸線1本で2駅しか離れてないんですね。なのでなんなら歩いて行けちゃう距離だと思います。車で移動するとオンネリネンさんがある清澄白河から両国へはだいたい10分ぐらいの近さですね。60はマルヤスケイトという繊維メーカーが立ち上げたテアミートのブランドなんですが、今回は東京ヤーンクロールの期間限定で、本社ビルの目と鼻の先のところにある場所でポップアップストアを出されています。マルヤスケイトというとピンときた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、前にこちらの動画で工業用の糸のセールを開催しているメーカーさんってことでご紹介したマルヤスケイトさんです。で、今回は工業紙ではなく手編み用の糸として開発された60というブランドのお店になります。ちなみに工業紙のセールを開催している会場は普段はこんな風にカフェとして営業しているみたいです。毛糸玉のある家って書いてあるので、普段はここで60の糸も買えるのかもしれないですね。ということで今回のポップアップストアはこんな感じなんですが、オリジナルの毛糸は工業紙のメーカーだけあってこんな風にコーン巻きになっているものが多いです。素材はアルパカとウールの混紡とかカシミヤなんかの高級素材もあるんですけど、毛糸の状態だとカサッとした見た目なんだけど、完成品サンプルでは縮注することでこんなに膨らむよっていうビフォーアフターも確認することができて、こういうのも工業紙のメーカーならではっていう感じがします。あとチュールヤーンとかっていうちょっと個性的なものもあったりして、こういうのもテアミートではあまり見かけないタイプかなと思いました。またパターンとセットになっているキット売りのものも結構たくさん取り扱っていて、ヤーンクロールのカルのパターンのキットがこちらにも用意されていました。フミラショールとタムナスさんの葉っぱスカーフのための毛糸がこんな感じのが置いてありました。ということで603で購入したのはこちらです。ヤーンクロールのカルで対象になっているコラボパターンのプミラショールのためにセレクトされた毛糸をこの2つ購入してみました。ちょっともう編み始めちゃってるんですけどね。プミラショールっていうのがこういう感じの可愛らしいショールになっています。で、この毛糸は、マリアミックスという商品名の糸で、ベビーアルパカ 52%、ウール 12%、ナイロン 36% という混紡の糸になっています。何色かあったんですけど、これは色番号20番のブルーをチョイスしてみました。これはよく見るとちょっとわかんないかもしれないけど、よく見るとすごい細い3本の糸のより合わせみたいな感じになっていて、1本だけ少し色味が違う青なんですね。なので編み地はこんなちょっとメランジ調になる感じの糸です。こんな感じですね。フミラショールのサンプルは1本取りと2本取りのバージョンがあって、2本取りのどっしりした感じがいいなと思ったので、私は2本取りにしようと思って2本買いました。工業用の糸を作っているメーカーが作った手編みの糸ってどんな感じなんだろうって思ってたんですけど、個人的には意外と奇をてらってないというかシンプルめな糸が多いなと思いました。夏の工業紙のセールでは結構個性が強い糸もたくさんあったので、もっと奇抜なやつもあるのかなって思ってたんですけど、見た目よりどっちかっていうと素材重視なのかなっていう印象を持ちました。そしてさっきから見えてるこちらは
これは購入したものではなくて、おまけなんですけど、これですね。これと、これ。こんな感じにワゴンにどさっと入っていて、お買い物をしたら好きなのを2本選んで持ってっていいってことなんですけど、私はこちらの2つを選びました。たまたまこれが店員さんの一押しだったそうで、ちょっとさっきの映像で見切れてたんですけど、このカシミヤの隣にあるこれ、ベビーアルパカの棍棒の糸と同じものだそうです。商品にした余りだと思うんですけど、これ結構量ありますよね。こっちも結構量ある。本当におまけでいいんですかっていう量なんですけど、気前いいですね、丸安さん。ということで、3軒目にお邪魔したのは、丸安ケイトさんが立ち上げたテアミートのブランド、60のポップアップストアでした。はい。ということで、今回最後にお邪魔した4軒目のお店が、皆さんご存知の編み物界隈では超有名と言っても過言ではないと思いますが、イトリコさんです。オンラインやイトマで買い物をしたことは何度かあったんですけど、実店舗に行くのは今回が初めてで、結構ワクワクでした。イトリコさんの実店舗は、都営地下鉄浅草線の浅草橋駅からすぐのところにあります。浅草橋と両国は隅田川を挟んでお隣さんっていう位置関係なので、車で行くと隅田川を今度は西側に渡ってすぐって感じです。電車で行くとすると JR 総武線で隣の駅なので、こちらもまた603から歩いて行ける近さですね。浅草橋は問屋街として有名な街なので、この界隈は少し歩くだけでアクセサリーパーツとかレザーとか花火とかいろんな問屋さんに行き当たります。イトリコさんが入ってるビルも1階が有名なアクセサリーパーツショップのキワ製作所っていうお店の大きい店舗が入っています。イトリコさんはこのビルの3階にあって、最近8階からお引っ越ししたらしいんですけど、売り場面積も前より広くなっているそうです。イトリコさんは日本全国の繊維工場で余った糸を集めて、引き揃えで調整するなどして手編み用に仕立て直したものを販売しているという毛糸屋さんです。なので初めから手編み用として作られた糸にはない独特の風合いになっているものとか、なかなかお目にかかれないような高級な素材の糸が比較的手にしやすいお値段で購入することができるっていうのが特徴ではないでしょうか。私はオンラインショップを散々徘徊しているので、品揃えも結構知ってて、実店舗もすごい量なんだろうなっていうのは想像がついてたんですけど、実際にずらっと並んでいるところを見ると想像以上にテンションが上がりました。またオンラインショップではきっとスルーしてたかもっていう糸も手に取って手触りとか細かいディテールを確認するとすごく魅力が伝わってきて、あれもこれも欲しいっていう状態になりました。私は小巻きっていう少ない量の糸玉になってるものがいろいろ試せて気に入ってたので、今回も小巻きをいっぱい買おうかなって最初は思ってたんですけど、大きいコーンのものもいろいろ見てるうちに本当にたくさん欲しくなっちゃって、なかなか買うものが決まらず、1時間半くらいかな、お店の中をうろうろしてしまいました。ちなみに毛糸以外にはオリジナルデザインのプロジェクトバッグとか道具類も少し取り扱いがありました。またキットの販売もあって、展示してあるサンプル品も素敵なものがたくさん置いてあって見応えがありました。あとレジの横に糸をコーン巻きにする機械が置いてあって、商品を作っているところが見れたんですけど、工業用の糸巻き機って初めて見たので、それもすごい新鮮でした。ということで今回イトリコさんで購入したのがこちらです。こちらの2つを購入してきました。本当にすごい迷ったんですけど、厳選してこちらの2つを購入してきました。まずこちら、これは
ボヤージュっていう名前の糸ですね。これがウールとアルパカとナイロンの混紡の糸で 310g ってことなんですが、番手が 3.3 なのでおよそ 1000m くらいあるのかなっていう感じのコーン巻きの糸です。なんでベストくらいのウェアだったらいけるかなっていう量ですね。これは多分オンラインショップで見つけてもスルーしてた可能性大なので、お店に足を運んだからこそ選んだ品物かなって思います。この糸はこんな風に、わかるかな、よく見ると赤いモケモケの糸と水色の糸とのより合わせなんですね。なので赤い色の中にところどころ水色が霜降りのように刺していて可愛いですね。これは色違いも何種類かあって、グレーに白の霜降り状の色味もすごい可愛かったんですけど、両方欲しくなったんですけど、両方はさすがに買いすぎかなと思ってどちらにするかめちゃくちゃ悩んだ結果、普段は選ばないかなというこっちの色味を冒険して買ってみることにしました。そしてもう一つ購入したのがこちらのキットモヘアです。見えますかね。これがウールとモヘアとナイロンっていう素材なんですけど、結構ふわふわでチクチク感もそんなにないので、この値段ならいいかなと思って買ってみました。で、この糸は何に使おうとかっていう想定は一切ないんですけど、13番手のモヘアだったらウェア編む時に引き揃えるとか、何でも使い道に困らないと思うので、ただただ可愛いっていう理由で買ってしまいました。もう糸りこさんのモヘアの品揃えがすごい多くて、棚1個埋め尽くすくらいありました。なのですっごい迷ったんですけど、その中からこちらを選びました。ちなみにうちの猫がこんな色味なんですけど、自分家にいるペットに似た色味を無意識に選んじゃうっていうのありません？私今の子と暮らし始めてからはほんと知らず知らずにこのちょっと薄いライトグレーみたいな色味を手にすることが多くて、で先代の猫と暮らしてた時はその子の毛並みに似たベージュとか茶系の色をなんとなく選んじゃうことが多かったので、無意識に同化しようとしてんのかな。ということで今回は当初予定してた小巻きは買わずに大きなコーン巻きを2つお迎えすることになったという糸りこさんでのお買い物でした。はい、ということで東京の毛糸屋さん巡り第2弾はアトリエヤーン、オンネリネン、60糸りこの4つのお店にお邪魔してきた様子をお届けしました。今回は東京ヤンクロールの期間しか行けないお店に行くことができたし、オンラインショッピングでしか利用したことがなかったお店の実店舗の様子を知ることができたり、あとヤンクロールのカルのキットもゲットすることができたので、イベントの醍醐味を満喫できた一日だったと思います。あと残念ながら天気に恵まれませんでしたが、雨でお客さんが少なめだった分、お店の方とゆっくり話ができて、それぞれのお店の個性もよく分かったっていうのも良かったなって思いました。皆さんは気になるお店見つかりましたでしょうか？この動画を撮っている時点で東京ヤンクロールのイベントの期間は3分の2ぐらい終わったところだと思うんですけど、これからオープンするというポップアップストアもまだあったりして、最後まで飽きずに楽しめると思いますので、お近くの方はこれから参加の予定を立ててみるのもいいかと思います。また遠方に住んで行けないっていう場合も、
オンラインで購入できるお店とかもあるので、ぜひチェックしてみてください。では今日はここまでです。多分あと2回続くと思います。またお付き合いいただけたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。